いい感じ。じゃあ集計ス流します。じゃあ4人のメンバーも覚えていきますよ。はい、行きましょう。お願いします。Fuji Rock Festival live on YouTube ラウンジにはサカナクション山口一郎さんです。よろしくお願いします。お忙しい中ありがとうございます。いえまずは今日のライブお疲れ様でしお疲れ様た。でした。ありがとうございます。夕方6時50分、はい空がピンクにちょっと染まり始めた頃、いい時間でしたね。いい時間でしたね。グリーンステージからの景色いかがでしたか？やはり、自分たちもフジロックを目指してきてたところもあるので、そのグリーンステージに立って普段暗い、夜のステージが多いんですけど、なんかお客さんの顔も全部見えて、だんだん暗くなっていく様っていうのはもう本当に美しかったですね。一番最初に目を閉じて遠くを見つめるみたいな瞬間が最初の方2回ぐらいあったんですけど、その時何考えてたかって覚えてらっしゃいますか？僕ら毎年さまざまな夏フェスというかに出演させていただいてるんですけど、なんかそことはまた違うなんか独特の空気というか、来てるお客さんたちの求めてるものの種類の違いとか、なんかそういうのを感じながら、噛みしめながら最初ステージの上でみんなを眺めてましたけど、後半から笑顔がこぼれるようになりました。緊張しました。最初本当に。本当ですか？ややっぱドキドキ。っぱり僕らだけじゃなく、その照明の方だったり PA の方だったり、そのチーム全部で自分たちだと思ってるんですけど、そのチームのみんなもやっぱ緊張したし、なんかそれがいい感じで集中力になって面白かったですけど。やっぱ日が暮れるのに合わせて照明を作ってたりとかそうですね。されたんですよね。やりましたね。すごく効果的だったと思います。あれやっぱ自然が相手だから、絶対ってことないじゃないですか。そこは綿密に計算して賭けでっていうことですよね。そうですね。やはり暗い中でライブをするっていうのに慣れてるんで、なんか明るいところでどういうふうに演出するかっていうのってあんまり自分たちで考えてきてなかったんですよ。なので今回はだんだん暮れていくというすごいいい時間にステージに立たせてもらったんで、みんなでいろいろと考えながら演出しました。終わった後どういう話メンバー間でされました？とりあえず、僕らステージにいてがむしゃらにライブをやって、それを客観的に見てた仲間とかスタッフの方たちに感想を聞いて、とりあえずお疲れみたいな感じでしたけど
まあでもお疲れと言いつつも山口さんまだ終わりじゃないんですよね。そうです。今日はなんとこの後深夜12時からはいレッドマーキーで DJ プレイ、はい。これはもともとでもずっとクラブシーンには地元からいらしてそう精ですね。通されてますし、ご自分でイベントもねはい。されてますけど、なんか僕らの立ち位置ってこうロックバンドが好きな子たちの前でライブをすることが多くて、クラブミュージックっていうシーンにあまり触れてない世代が多いんですね。でも僕はやはりそのクラブでの遊び方みたいなところから音楽を学んできた人間なので、なんかその感じをまあ伝えようっていうことで、2ヶ月に1回とかイベントをやってクラブバージンを奪うというか、クラブに来たことがない子たちにクラブの体験してもらうっていうことをやり続けてきてたんで、まあ、今回グリーンのステージに立った後にレッドマーキーで DJ できるっていうのはなんかまあ、僕らやってきた甲斐があるなっていう気がします。楽しみにしてます。張ります。そして、サカナクションの皆さんといえば昨年10周年遅ればせながらおめでとうございます。ありがとうございます。メジャーデビューしてから10年ということで、はい、実は一番最初にお会いしたのもラジオ番組でちょうどファーストシングルが出た頃なので、メジャーデビュー1年半ぐらい経ってからなんですけど、もうセントレーがどこの曲でもパワープレイになってて、ものすごい注目を集めてて、でそういう状況になった時ってアーティストの方ってすごいプレッシャーもかかるし、次回作以降に対してハードルも上がるし、葛藤も増えるんじゃないかなと思うんですけど、この10年間で何に一番重きを置いて音楽活動されてました？僕らはその夏フェスのそのブームとともに、まあ、自分たちのバンド歴があって、まあ、そこでこう勝ち続けることで知名度を獲得していったんですね。なのでそのフェスっていう部分に対しての自分たちの思いみたいなもの、そこで通用する曲っていう考え方っていうのがここ10年ずっとあったけど、でも今ようやく自分たちの好きなものをこうフェスで披露していこうとか、まあ、そのシティポップブームみたいなものが、まあ、日本の中で起き始めて、なんかこう速くて盛り上がるだけじゃなくて、なんか染みながら踊るっていう感覚がさまざまなフェスの中で浸透しつつあるので、まあ、自分たちが本来やりたかった音楽っていうのを、まあ、新しく表現していきたいなと思ってます。よくサカナクションの形容するときに変わらないまま変わり続けるバンドって山口さんおっしゃると思うんですけど、やっぱそういう精神みたいなところは変えないまま出していくものに少し変化をつけていったりとか、スケール感を増していったりとかっていうことですか？なんか好きなことをやるってすごく難しいんですけど、自分の好きな歌だけを作るんじゃなくて、なんか世の中が求めているものを感じながら自分たちが好きなものをこう混ぜていって新しい自分たちを作っていくっていうことが多分変わらないまま変わるっていうことの一つの本質なのかなと思ってて、僕らはなんかそれ自体をなんか楽しむというか、マジョリティとマイノリティの間をこうどっちかに踏み込むんじゃなくて行ったり来たりしながら重心移動だけするっていう、そこがなんか自分たちのアイデンティティになればいいかなと思ってます。そういうところでめっちゃエゴサーチされるじゃないですか、はい、ファンの皆さんの反応とか、そういうフィードバックも、まあ、一つの変えていくものの指針になったりもするんですかね。そうですね、まあ、100いい意見あっても1悪い意見があると、まあ、その1にやっぱ引っ張られるじゃないですか、人間って。でもその引っ張られることってすごく大事だと思ってて、その中で自分たちのこう新しさを見つけていくっていうのは、その悪い意見っていうものを取り入れていくっていうこともなんか大事なんじゃないかなって気は最近してますけど、でもこれからも変わらないまま変わり続けるサカナクション、はい、すごく楽しみにしています。そして、キンキンなところではもうあと本当数時間ですね、はい、DJ プレイも楽しみにしてますので、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。サカナクション山口一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。